会場中結構笑われながら真ん中のマットに行って1分ぐらいで葬られたんですけど東京だぞ、こんなチャンス、こんな旬の時期に来ないからドーンって肩からついて、もう絞りぶち絞りみたいな、俺はどうなったんだよみたいな。最後タックルで倒した後の下からポコンってもらったパンチはニッツーみたいな、もうWelcome to リンヤチャンネル。どうも格闘家の中村リンヤです。今回は死ぬかと思った試合3戦です。死ぬかと思ったっていうとちょっとあれかもしれないですけど、でも本当レスリングと格闘技通してあれやばかったな、めちゃめちゃ痛かったなとか、あの試合行くまでは本当死ぬ気でやってたとか、死ぬかと思ったみたいなのはいっぱいあるんで、ちょっとその中から3つ選んでいきたいと思います。1つ目はですね、2017年8月のレスリング世界選手権です。僕が2017年に出たシニアの世界選手権になるんですけど、これに関しては死ぬほど痛かったんですよね。レスリングの試合はもうワンデートーナメントで、その時はもう初日から決勝まで1日でこう終わらせちゃう、最大で6試合ぐらいこうあったりするんですけど、僕はその時シードも入ってなく1回戦からやってって、1回戦はヨーロッパ3位の選手とやって勝って、2回戦がアゼルバイジャンのハジ・アリエフ選手っていうのと試合したんですけど、その選手は僕に勝って優勝するんですけど、その試合でアリエフ選手はこう結構組手もバツンとか、結構アゼルバイジャンってこうガツって首に手かけてくるんですけど、そのバツンって手かけてくる手がこう目に思いっきりうわって入って、でそれで目の角膜が半分剥がれちゃって、白くなってる部分がもう角膜が剥がれちゃってるとこなんですけど、それでもう一気に目がもう開かなくなったんですね。でその時その角膜が剥がれるのが結構何回かあって、その時も試合で剥がれちゃって、うわーと思って、あれ剥がれると超痛いんですよ。この間新竜選手も堀口選手との試合でちょっと角膜があったと思うんですけども、あれがもうなんていうんですか、ここの皮膚って痛覚がこことかの皮膚の200倍あるらしくて、瞬きするだけでも生傷もビヤーって触られてるみたいな、いでーみたいな。で黒目ももう動かせないから、もう片目だけもう流して、もう涙ダラダラでもうこんな試合して負けたんですよ、その試合は。でもそのアリエフが決勝まで行ったから敗者復活戦あるぞっつって涙、もうアップもできないんですよ。もうこんなんで座ってもう試合行って、で敗者復活戦をもうでももう十何年もレスリングやってるわけですから、肌感覚でなんとかこうやって勝ち上がっていって3位決定戦まで行って、もうその時も超痛いですけどキューバの選手とやるってなって、レスリングの3位決定戦と決勝って入場ですごいフラッシュ焚かれるんですよ。日本の国旗がダーンって後ろでスクリーンで入場があって、でカメラのライトがバーってなった時に俺も一気にどこか分かんなくなっちゃって、もうやばいと思って、3つこう大会場でこう試合する場所があって、1試合ずつやるんで真ん中のマットで試合するんですけど、バーンってライト焚かれた瞬間もうどこだか分かんなくなっちゃって、僕全然違うマットに上がってこうやって準備してたんですよ。でやべえ、酸欠のマットめっちゃ滑るじゃんみたいな、なんでこんな滑んのと思ったら、そうシーツかぶされてあって、使わないマットだから、うわめっちゃ滑るとか言って、いや逆とか言って観客席から日本応援団つって見たら反対の相手逆のマットにいて、会場中結構笑われながら真ん中のマットに行って1分ぐらいで葬られたんですけどあれマジで痛かった。もう本当に試合どころじゃなかったです。で試合始まった、やべえっつって
結構アリーナでみんな見てる中で目痛えの次に思ったの、こいつ背筋やべえどうしようみたいな、もうどんどんパニックってきて1分でなんか負けたの、なんか俺最初で最後かもしれないですね、あの試合。軌道も見えない、しかもキューバ人なんかもうどう来るかも分かんないから、もうって終わった後こうインタビュー受けて、いやもうちょっとダメだったんでまた頑張りますみたいな。で記事に中村涙敗戦で涙みたいな、ちげえんだよこんな痛くて流してんだよみたいな、悔しくて泣いてるみたいな記事になってるけど、もうずっと出てるからみたいな。あれはマジね、いろんな意味で恥ずかしくて死ぬかとも思ったし、今目痛くて失明するかとも思ったし、もういろいろでしたね。だってもう一回入ったらどうなるの俺の目って思ったし、あれ大変だったっすね。これが一つ目。二つ目はですね、これも準備までに死ぬかと思った、てかもはや死のうと思った試合、2019年12月レスリング天皇杯東京オリンピック予選です。僕はもともと格闘技でチャンピオンになるために何としてでもオリンピックのメダルが欲しい、そういうテンションでこうレスリング続けてきて、もう東京オリンピックは本当はもう高校卒業で MMA 転向しようとして、でも親にも止められるし、高校のインターハイでも負けたから、こんな中途半端で終わって MMA 行っても勝てないなと思って大学でやることを決意しました。大学でいい仲間とこうレスリングできて、卒業のタイミングでリオデジャネイロオリンピック予選もあったんですけど、そこでも樋口選手にこう負けたんで、じゃあもう僕は大学卒業のこのタイミングだし MMA 行かしてくださいっていう風にこう監督とかコーチとも話してったんですけど、いやお前東京だぞと、東京がお前こんな出たくても出れねえやつがいっぱいいて、こんなチャンスこんな旬の時期に来ないから絶対やった方がいいって言われて、分かりました、じゃあ本当にやりますっていうことで、その時期はもう MMA も一切見もせずにもうレスリングでこう注いでて、で2019年の2月ですね、これから本当にオリンピックトライアルが本格化していくっていう、当時博報堂 DY スポーツでこうやらせていただいてたんですけど、2019年の2月に86キロ級、僕が65キロ級だったんですけど、86キロ級の選手とガンガンスパーリングとかしてて、大きい人とやった方がいいのどんどんって言われて、大きい人とやってて、投げの打ち合いでドーンって肩からついてもう脱臼したんですよ。この骨頭がポーンってこの脇の下から出てきて、で神経もブチブチって音もブチボリブチボリみたいな音聞こえておいおいおいどうなったんだよみたいな、音エグかったっすね。その練習の前に監督から話されてたのは、前十字と肩の脱臼さえなければいけっから、そこだけ気をつけてやってけよみたいな。ブチボリした人がその2個のうちの1個引いちゃったと思って、もう見る前から分かって、で見たらもう案の定ポコって出てて、ああもう俺のオリンピック予選終わったわみたいな、この音と一緒に砕け散ったみたいな感じで2月にやったんで、復帰は最低でも神経の症状もあったんで9ヶ月ぐらいはかかるって言われてて、もう間に合わないじゃんっていうので、11月からレスリングやっても12月の最終予選ってもう1ヶ月で仕上げるのは到底ちょっと無理があると思って、まして同じ階級にオリンピックで金狙える選手がいたんで、乙黒拓斗選手っていう、そこにはもうちょっと届かないぞって思ってて、でこうリハビリしてる中で神経症状で三角筋がどんどんなくなってったんですよ。腕もどんどん上がらなくなってって、レスリングってこういう体勢でやるから相手を触るには要は万歳してると同じ状態なんですよ。これができないと話にならないの。肩がもうやばいから万歳できなくて、シュッて上げてこの腹の上こうやって相手の首に届かして落とすみたいな動きをこうやるしかないみたいな状態の中こうレスリングやってたんですけど、あれ待てよと、このオリンピック予選出てもこの後の MMA ってこの肩じゃ絶対できないじゃんって、筋電図の検査とかも針刺して筋肉が反応してるか電気を通して見るんですよ。検査行って術後の検査どんどん弱くなっていくんですよ。最初200ミリ
アンペアかなんかで、次の検査で100アンペアみたいになって、9月か10月の検査でついに100アンペア出なくなって ES って書かれたんですよ。これ何歳？エクストラスモール筋肉の反応あ、もう俺もう動かなくなったんだと思って、毎日泣きながらエニタイムで一人でトレーニングしてて、人生終わったみたいな。でもなんかこうやるせない思いで燃え尽きるのもなと思って、最後なんか何かして人は吹かしてやるっていう気持ちになって、こうメンタルコーチングの人と作り上げてって、最後初めてレスリングでトーナメントの全員のこの相手とやったらこう戦う、この相手とやったらここは取らせないで、この腕はここに置いて、このタックル来たらこう動いてっていうのを全部作っていったんですよ。で最後乙黒拓斗だけを残してたんです。でどう戦うかっていう話になった時に、ちょっと拓斗だけ思い浮かびませんみたいな、この方でやっぱ勝てないっすよみたいな。それ以外勝てるかどうかも本当は怪しかったっすけど、痛かったんですよ。試合の時も結構もう神経症状でもなんとか、もう本当あの日って神様が味方したかのようにパフォーマンスがどんどん上がってって、1回戦目高校生相手に4対2ギリギリの試合して、その後2回戦準々決勝準決勝で、その準々決勝って今まで練習で絶対勝てなかった年上の先輩に勝つことができて、そこで勢いに乗って準決勝10対0かなんかで勝って、前日に超勢いに乗って決勝行ったんですよ。で乙黒拓斗を倒すには変な話、倒すとかじゃない、自分の身捧げてもうしっちゃかめっちゃかにするしかねえと思って、常に軽率って死ぬ覚悟で刺し違える覚悟で行ったんですよ。もうレスリングでそんな覚悟でやるやつなんていないんで、そうです、本当の最後の最後の試合です、はい、で乙黒拓斗と向き合って、最初の1分ぐらいは本当に丸1年前も試合してるんですけど、拓斗とその時の拓斗と明らかに違くて、ちょっとパフォーマンス出せてないと思って、本当にいけるかもしれない、もしか食うぞってなった瞬間にもうさすがにフェイントからタターンってやられて、その後グラウンドになってからはもう守れないからボコボコにされて負けちゃったんですけど、それはもう本当に死ぬかと思ったっていうか、もう本当に死ぬ気でいった試合、レスリングなのに。2月なんで10ヶ月前ですね。はい、全くっすね。写真とか見てもやっぱ肩本当にひどいっすよね。なのにすげえいいパフォーマンス出た。で MMA できんじゃん、絶対できるってなったんですよね。はい、これでここまでいったんだから OK いける。でも拓斗に勝てるかもって思ったもん。これ本気で思ったもん。いやめっちゃターニングポイントっすね。あれは大きかったっす。はい、3つ目が2022年4月にあったパウンドストームでのカエタの戦です。本当にこう死ぬ覚悟をしたというか、いろいろあってメンタルも壊して、1ヶ月前に初めて母親に泣きながら電話をした。ちょっと助けてっていう電話をしたっていう、それも経緯があって、その前の1月に野尻選手との試合があったんですけど、その野尻選手との試合の10日前に放火色炎っていう菌が溜まって全身高熱が出るっていう病気みたいなのにかかって、それを持ったまま試合してたんですげえ不安だったんですね。その試合は作戦がはまって神様の力があって勝てたんですけど、その試合が終わり熱もすごいあったんで、前日も8度南部とか出てて熱を持ったまま試合してたんで、はーって休んで、でうおしっつって復帰して練習しようかなって思った時にコロナにかかって、1月の後半まるっと2週間休んで、2月に入ってさあ練習こういろいろフレッシュになって、この放火色炎治ってコロナになっていろいろどっぷり休めたんでフレッシュになって練習しようかなと思った時に、さすがに寝すぎて体固まってて、ステップワーク踏んだだけでボリッつって足首2箇所折れたんですよ。何この運動会のパパ現象みたいなでもそんなんで 2箇所折れちゃって、
パンパンになって、で2月4日とかそれぐらいに折れて、でも4月の24には LDH ででっかい格闘技イベントをやって、そこでメインでリンヤ出すからっていうふうに言われてて、分かりました最後残念折ってしまったみたいなでも、そんな中でこう対戦相手の候補とかがいろいろ送られてきて、いや今回気合入ってるから相手海外から呼ぼうと思ってるって言われて、こういろいろ提示していただいたんですよ、相手を。 A クラス B クラス C クラスってこう、C はこう同じぐらいの戦績のファイター、 B クラスはもっと上の戦績のファイターで、勝てば結構 UFC に近づけるよっていうファイター。 A クラスは3人アメリカとロシアとブラジルでいたんですけど、もう UFC 入りしてもおかしくないし、コンテンダーシリーズって UFC のチャレンジシリーズ入りが確実視されてる選手っていうので、その中から選ばせていただいて、ロシアはちょっとダゲスタン地域の無敗の選手で、このコンディションでちょっと彼らは無理です。でアメリカの選手でもいいですよって言って、その人は断られて、でブラジルの選手、当時23勝6敗と2勝0敗、やってくれるわけねえよなと思ったけど OK してくれて、ブラジルの選手が。アメリカの選手はもう今 UFC 入っちゃったんで、いずれやるかもしれないですけど、ブラジルのじゃあカエタの選手来れるってことになったから準備しなきゃっていうので、多少焦りはあるんですよ。でこうガツッと休んじゃってるから体力戻さないとなっていうので、足が使えないからビート板挟んでも水泳でグワーッ上半身だけで心拍数上げたりとか、バイク漕げるようになったらバイク漕いだりっていう風にしてたんですけど、いろんな面のストレスがあってプレッシャーも多分感じすぎてたっていうのもあって、なんか3月頃になってから喘息が始まったんですよね。俺はもう喘息なんかなったことねえのになみたいな。その時期からこう熱が出るようになって、それでもやんなきゃいけないから、足首骨折してるからできることをこうわーって練習したりしてたら、熱が結局 2,3 週間下がんなくて、また放火試験が出てきたんですよ。練習してないのに放火試験金たまるっておかしいなみたいな。で喘息ももうゲホゲホ出て、1日1000回以上咳出て熱出て放火試験になって、でその時からご飯食べたら吐いちゃうみたいな消化器系の症状がすごい出るようになって、なんだろうなっていうので、いろいろこうジムの方とかもこういろいろ検査させてくれたり、内臓の CT 取ったりいろいろして見たら、脂肪肝だけど他は何も大丈夫だな、血液もみたいな。脂肪肝なんだぐらいのこの年でと思ってその時脂肪肝だったんですよ。もうここはバリバリパキパキだったんですけど、でこう練習は続けてたら寝れない、体重がどんどん減っていく、食べたら吐くからっていうので、なんだこれってなってたら、久々に会った人に「お前それやつれてんだろ」っていう風な話してもらって「もう今苦しいことねえか」みたいなっていう角度で話されたんですよ。その角度で考えたことなかったから、今変えたい現状とかねえのかって聞かれた時にふわーってなんか涙止まんなくなって、なぜかうわ俺こうしたいです、こうしたいですっていうなんか思いがいろいろ出てきて、ちょっと一回お前休め。そこで俺ここが今やられてるんだっていう風に気づいて、で一回休むって言ってこう実家に帰ったんですよ。もう試合1ヶ月前、4月24試合で3月24ぐらいにもう実家帰って2週間ぐらい休むみたいなことになって、もう実家帰って初めてこう母親と弟の前で泣いて、ちょっと俺ダメだっつって、でいいんだよみたいなそれでもいいんだよみたいな、なんか弟はすげえなんか頼もしいなって感じで、その時にみゆ先生から今のメンタルコーチングの方を紹介してもらったんですね。そのメンタルコーチングセッションをやって、今リンヤの変えたい現状、それに対する捉え方とかをバツンと変えるテクニックを持ってて、その人のセッションを受けて、で実家戻って
ゆっくりしてたらもうだいぶ心が楽になって、でももう練習してないけど、でも強くなることよりまずちゃんとした人間に戻るっていうのが大事だっていうことに気づいて、朝起きて朝日を浴びて深くゆっくり息吸いながら深呼吸して散歩して水飲んで笑って生きてろとみたいな風に言われて、ずっとそれだけやってて、試合前の1ヶ月前から2週間前までの2週間で回復して、すいません戻りました、僕試合できますから任してくださいっていう風に言って代官山のジム戻って、一発目の練習で鼻バチンって2箇所折っておいーなって頭と頭ぶつかって整骨院行ってうにゃーとか言って直して、でももう鼻折れた時はもうなんか一通りすごい波を超えてるんで、何でも受け入れられる、これから起きることは何でも受け入れますっていう誓った後だったんで、鼻折れてもシミュレーションすればいいんでしょみたいな感じで、メンタルコーチングの方と試合についてもうずっと頭の中でもう、これもらったらこっちに意識がいったせいでハイキックもらって、あ負けました、すいません負けました、じゃあこっちもらった時にどう思えてどっちに動けばいいのって言われて、最初逃げちゃってたんですけど思い切ってこっちに行けばこっちも見えるし、あ大丈夫です、でも今度は次変則モードで来た時にストレートもらって倒れた、フラッシュダウンしちゃった、その時に焦ってタックル行ったらギロチン取られちゃいました、じゃあ倒れた時どうすんの、一回すぐタックルには行かないでとか、もう全部負けそうなシチュエーションからの逃げ方とかも全部こう囲んだ上で試合に立って、その時は統一体というか、それまでの死にそうななんかいろんなものを超えたおかげもあって、彼を相手にしてもふーんっていう感じで、入れた、あの経験はすごいでかかったです。ただ1ラウンドの初っ端バチンってカットさせられてもうって大流血してたんですけど、それももう全然もうあれでしょう、3戦目だけど気負わずいけたというか、とことんやり詰めて、気持ちいい状態で、リングまで上がれて、でカットしたけど別にそれが何か、こんなんかすり傷だよ、今まで通ってきたことに比べたらお前そんなんで心動くわけねえじゃんみたいな感じで臨んで最後やりきったんですけど、最後タックルで倒した後の下からポコンってもらったパンチは鼻2箇所折れてたからめちゃくちゃ痛くて、もうそれだけはいっつーみたいな、もうそれが死ぬかと思ったそれまでじゃそこの下からの折れた鼻に対するポコンはマジで痛い。いやでも本当にそうですね、いろんな角度の死ぬかと思った3戦ですねこれが。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。Welcome to リンヤチャンネル。ようこそ中村リンヤチャンネルへ。どうもちょっと待って、もう一回いきます。